今日は、キルビルのプッシーワゴンのキーホルダーについて、無駄話も交えながら紹介させていただきたいと思います。これは、ジャージですね。ちょっと今メンズしか残ってなくて、あと服部半蔵の刀がちょっと短くて恐縮ですが、キルビルのジャージです。もともとはゲームオブデス死亡遊戯のですね、ブルース・リーのつなぎがモチーフになってるんですけども、つなぎ特にトイレに大変困るので、このように、ジャージで上下に分かれてる方がですね、普段使いには大変便利だと思います。結構細部まで作り込んでます。こういったジッパーですとか、あとですね、この縫製とかもですね、ものすごく映画で使われたものをかなり忠実に再現しております。こんな感じですね。で、映画で使われていた鬼塚タイガーのですね、このソールが、大変、興味深くてですね、ちょっと映像を出してみます。これですね。これだけ作りたいなと考えているところですけど、いかんせんロットが大きくて、機会があればということで作りたいなと思います。でですね、本題に入りますと、この、キルビルで登場するこのキーホルダーですね、これを、いかに正確に再現したかというのが、今日のテーマです。でですね、このプッシーワゴンっていうのはですね、実はですね、レディー・ガガとビヨンセがコラボしたテレフォンという PV にも登場するんですけども、タランティーノ所有のシボレのピックアップですね、 C2500 です。これが、実際映画で使われてるんですけども、でその車にデコられているのと同じロゴのキーホルダーがこの映画に登場します。で、実際のシーンがですね、これですね、こんな感じなんですけども、これをですね、正確に再現しようと思いました。ずっと公開当時以降ぐらいから、しばらくよく販売されていたキーホルダーですね、かなり大きくてですね、私の計測でだいたい面積比で 160% ぐらいの大きなものが売られてました。実際私マックス KD でもですね、そのオフィシャルのキーホルダーと販売してたんですけども、いかんせん大きすぎて、ちょっと実用の面でも不向きな部分がありますので、ちょっとできるだけこう実用的なというかね、もう含めこのオリジナルに忠実なキーホルダーを作ってみようと思いました。で、このキルビルのこのシーンなんですけども、これですね、よく見たら明るくしていくとですね、ここにこの映りますかね、GM の文字が見えますね。これ GM、シボレですよね。で、これがまさにプッシーワゴンのシボレの C2500 の鍵だということで、まずここから大きさを調べようと思いました。で、確か99年だかぐらいのモデルだったと思うんですけど、その当時のですね、GM の鍵を入れました。で、これがここがきっちり 40mm なんですね。こういったところから大きさを割り出してですね、で、実際こうやって手に乗せてみて、こうミリ単位でいろんなバージョンを作ってですね、その中でこんなものの大きさだろうというのを、確定しました。で、また先ほどの映像なんですけども、これよく見てるとですね、どうもここにこの六角形っぽい鍵が見えると。で、またこれでヘキサゴンキーということで検索して調べてみました。そうするとですね、どうもまたこれ GM の鍵っぽいと。こ
これが、スターターで、あとなんか、燃料タンクとかグローブボックスとかの違うキーなのかなと思って、また GM のキーで調べてたんですけど、そうするとですね、ここにもう一つ鍵が奥に見えるんですけど、まあ、1000円ではないんですけどね、なんかいびつな鍵がこれと、ヘキサゴンキーとこの GM のキーの間に見えると。で、どうもこの2つがペアじゃないかというので、出物があるので、その辺を調べてみました。するとですね、まあ、このペアですね。六角形のと、こういったペアがですね、ヴィンテージの GM で出てくるんですね。で、どうもこれだろうなということです。で、別のシーンを見てみますと、このチャプター1で、戦いを終えて、運転していくシーンなんですけども、当然これはC2500 の鍵でなるんですけど、ちなみにですね、こういったシーンでもいろんな角度をしっかり研究して全シーンをチェックしてですね、完璧に復刻しております。で、話戻しますけどもですね、このブラスキーの間にちっちゃい黒いのが見えるんですね。これがですね、このダブルリングから想定するとどうも丸ではないということの決め手になるんですけども、それがこう見るとですね、ここがちらっとここが出るんですね。こんな感じですね。で、どうもこの変わったこの鍵穴であるということを、判別することができました。で、それで入手したこの六角形といびつな形で、かつこの変わった穴の鍵なんですけども、これは何かと、調べてるとですね、1964年から66年に使われた GM 系の鍵ということが分かりました。で、ここでやっと気づいたんですけども、そういえばですね、タランティーノはですね、シボレマリブですね、1964年製のシボレマリブを持っていたと。これですね。はい。で、この鍵なんだということが分かりました。ちなみにですね、この車はですね、パルプフィクションに登場します。ユマ・サーマンと、トラボルタがですね、デートする、ジャック・ラビット・スリムにデートする車ですね。こちらですね。で、どうもこの鍵だということが分かったんですね。だからこれ、要はタランティーノの鍵なんですよね。だから、プッシュワゴンとシボレマリブ、自分の車の鍵。じゃあ、これは何だということで、もうこれはどうも家の鍵以外考えられないということですね。この真鍮の鍵もちらっと文字がこの映像で見えたので、コープの文字が見えたので、そこから調べてったらすぐ出てきたんですけど、ヴィンテージのどう考えても家のドアに使う鍵なんですね。で、タランティーノがもう引っ越していなかったらですね、先ほどのこのハイビジョンの映像でもう十分このカットなんて僕でもできちゃいます。もう本当にね、不法侵入されてしまいますよね。だから本当に、これから 4K、8K 等の時代になった時はですね、こういったところも含め注意しないと、怖いなというお話です。で、以前ですね、ユマ・サーマンとトラボルタの有名なダンスシーンに挑戦したことがありまして、こんな感じなんですけども、またこれはですね、ループ体の方がですね、もう長らく売り切れてるんですけども、これがまた再生産することがありましたら紹介させていただきたいと思います。以上、今日はですね、この正確に再現したプッシーワゴンのキーホルダーと、タランティーノに関するよもやま話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。